bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. ここで注文したのがイングベアプンシュです。イングベアは生姜という意味のドイツ語です。結構きつい味です。おなんだろう、生姜飴を溶かしてお酒に加えたみたいな。そう思って飲んだらまだマシ。なんか甘い飲み物かなみたいな。生姜湯的な甘い飲み物ではあんまりない。辛い辛い辛い。生姜湯そんなに辛くなくない？そんなに辛くない。まあ物によって辛くない。そうだよね。あんまり好みじゃないかな。生姜だから温まりはします。Dankeschön。待って、速さがエグすぎる。いやめっちゃ速いんだけど怖すぎる。子供もみんなめっちゃうまいね。いやいやいや、速くない？速いよね。Einmal Autofahrerpunsch bitte. Ja. Ja, danke schön. Dankeschön. Wohl bekommst. Dankeschön. これはアウトファーラープンシュ。アウトは車でファーラーはドライバーなので、車のドライバーさんのパンチっていう名前で、クリスマスマーケットガイドパート1でご紹介したアッフェルプンシュのノンアルコール版のドリンクです。
なのでリンゴジュースにスパイスが加えられた飲み物です。とても甘くて飲みやすいですが、やっぱりアルコール入りのアップルプンシュに比べると体が温まる感じは若干少ないという感じですね。なんかこのコープちょっと旧ツイッターを思い出すようなロゴなんですけど、こっちはケーゼスペッツェレ、私の大好きなウィーンの料理です。アメリカのマカロニチーズの起源とも言われています。スペッツェレというショートパスタにたっぷりのチーズを絡めて、そしてカリカリの玉ねぎを上にかけたものです。大きな鍋にブワーって作ってたので、結構ね一つ一つがつながっててカリッカリしてる感じですね。いきます。このカリカリの玉ねぎがたまらないです、本当に。多分授業終わり？いいな、めっちゃ楽しそう。こんな大学生活。クリスマスマーケットキャンパスで楽しめるって最高じゃない？すっごいニンニクの香りがします。もうこのぐらい離れててもニンニクの香りがすごいしますね。おーケーゼランゴスにしました。ハンガリー発祥の揚げパンだそうです。食べた瞬間からもうこれは絶対に太る味っていうのが分かります。もう食べれば食べるほど罪悪感がすごい。本当に罪悪感がすごい。まあ美味しいんだけどね。カリカリです。もうすでに太ってる気がするぐらい怖いわこれ。なんかお尻がでかくなってきてる気がするマジで。いやーこれは体に悪いわ。ギットギト。すごいニンニクついてる。明日確実に口がニンニク臭いですね。
このクリスマスマーケット、かなり中心部から離れてしまうんですけれども、売ってあるものだったりグリューワインもかなり安いですね。中心部のクリスマスマーケットに比べると、これもコップ自体が2ユーロでグリューワインが4ユーロ、中心部だったら5.5 ぐらいはするので、どこ行ってもプラスコップ代が5ユーロですね。アルコールが結構きつめですここは夜の方がきっと綺麗ですね。では夜にしてみましょう。Ich nehme einmal Krautflecker bitte und einmal Grünmus. Ja, bitte. こちらはクラウトフレッケルというオーストリアの家庭料理の一つです。前にショート動画で、オーストリアのグルメ料理7選というショート動画を投稿した時に英語のショート動画も投稿したんですけれども、コメント欄におすすめいただいたものの一つです。フレッケルというこういう平たい四角い麺にキャベツを炒めた料理だそうです。いただきます。すごくキャベツの甘みがあって、なんて言うんだろう、あっさり系だね。
何かすごく味付けしているというよりも、まあ、塩コショウ程度。キャベツ焼きっぽくない？食べたことない。あ、ないDankeschön.お、うわ、こんな感じか。わからない。楽しいね。うわー、はい、初めてのアイススケーティング、意外ととっても楽しいですが、やっぱりまだ感覚がつかめていないのでまだまだ練習が必要です。ウィーンのクリスマスマーケット12個ご紹介しましたが、いかがでしたか？もしよかったらぜひ高評価ボタンポチッと押してください。そしてコメント欄で感想いただけますととても励みになります。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。チュース。